皆さん、こんにちは。すべてが煮えそうな暑さのののガーデンです。毎年定番のキバナコスモス第一陣が咲き始め、こんなに暑い中でも頑張って咲く花々に元気をもらっています。毎日35度、そんな日々でもカラフルに花咲く暑さに強い草花や、この夏に起こった悲しすぎる出来事、そんな内容で綴っていきたいと思います。夏に彩りが欲しいなら宿根フロックスが絶対おすすめです。ルドベキアのこのグリーンも素敵ですよね。このだんだんに花咲くレモンベルガモットも最後の力を振り絞ってくれています。立派に咲くカサブランカの周りは永遠に残しておきたいとっても良い香りが漂います。実は足元は草ぼうぼうです。何が何だかメリハリも何もありません。早朝出廷して日が昇りきる前に退散の週末です。みそ葉にも強く毎年咲かせてくれる宿根草。風で揺れる姿が涼しげです。風に揺れる草花があると視覚的に体感温度が少し下がるような日だけしています。梅雨明け以降、全く雨の降らなかった我が家。ガーデンにもお水をまかないとと思い朝早く来たら、ここは通り雨が降ったのか草花は濡れていて、思っていたほどの水枯れは起きていませんでした。そんな安心もつかの間、何かがおかしい。白い柵も斜めになっているし、こんなところにスペースあったっけ？ガーデンを奥に進むにつれて悲惨な光景が続きました。
ショックを受ける頭の中でどうにか整理すると、主に狙われているのはユリの球根や原種チューリップの球根が植わったエリア。ユリは球根だけが消えて、茎はあちこち投げられています。どれも3、4年かけて大きく育った球根たち。立派な花を先週まで咲かせていたカサブランカもすべてやられてしまいました。残った根からまた生きてくれないか埋めてみましたが、また後日同じ場所を掘られてしまいました。あちこちあったユリ、カサブランカは見事に一本残らず全てなくなってしまいました。こんなに綺麗なユリたち、さようなら。なんとなく球根って毒があるイメージでしたが、ユリの球根はでんぷんも多く甘く最高のごちそうだそうです。ただでさえ悲しいのにもっと悲しくなるのは、球根を探したのか他の部分も草花が掘り起こされ、そこに日照りも続き、ダメになったお花があったこと。ただお水をあげに来ただけなのにこんな朝になるなんて想像もしていませんでした。昼間の暑い時間には見ることのないブルービーが見れたから、これからがハッピーなことだけが起こるように願います。いくら悲しんでも亡くなったものは帰ってこないし、また前を向いて頑張ろうと思います。慌ただしい朝からいろいろと作業をしていると、いつの間にかギラギラ太陽も高く昇っていました。木陰で広がるマウンテンミントは白い姿で爽やかさを演出しています。まばゆいオレンジビームを発しているのはエレニウム。とっても好きなお花なのに全然苗を見かけることがなくて、株分け、種まきで増やせないか挑戦したいお花です。みそはぎのピンク、エレニウムのオレンジ、ナゾベキアの黄色、ザ・夏色のガーデンです。真夏に貴重なパステルカラーの花も暑さに負けず咲いています。
ボックセージのフレームの中で咲くのは、レモンクリームのように爽やかなシルフィニウム・モーリー。本来はカンカン照りが好きなようですが、ここは木陰なので万年小さい株のままです。こぼれ種で恐ろしく増えるバーベナハスタータ。よく見ると可愛い小花が集まっていますが、小さい花が少しずつ咲くので、引いてみるととても素朴です。今年のこぼれ種は紫色は少なく、ほとんどピンクの花が咲きました。地味と言ったら地味ですが、それがナチュラルなんですよね。ヒオウギの花も緑の中にオレンジが映えます。大きく育ったムクゲの木。八重はバラのように、一重はハイビスカスのように、ガーデン奥でのびのび花を咲かせます。こちらはムクゲじゃなくてタイタンビカス。画面越しでは分かりませんが、お花サイズは手のひら広げたより大きいんですよ。悲しみもあった夏の中、嬉しいこともありました。これを咲いたと言っていいのかですが、数年の間弱々しく生きていたワレモコウが初めて咲きました。あちこち黄色の花が目立つガーデン。この子はスーッと伸びた茎としだれる花びらが魅力的なルドベキア・サンダンス。こちらは7種の見切り苗だったため名前は分かりませんが、この細い花びらがお気に入りです。毎週行くたびに大きくなるたぬき豆。もう少し後にはここも黄色のお花畑になりますね。この丸っこい大きな葉っぱもすでにポンポコタヌキって感じです。やすちゃんがきれいに草取りしてくれたおかげで、移植組の周りもきれいになったけど、この日差しが暑そうすぎです。
キバナコスモスもみっちり生えてきています。毎年秋分の日頃に満開になりますよ。まだしばらくはこの暑さが続く季節。天気とも野生動物ともうまく付き合っていきたいののガーデンです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。